はいどうもきみまるです、今日はこの AirPods についてちょっとお話をしようと思っています。初代の AirPods ですけども、これを買って1年が経ちました。今年の3月に AirPods 2が発売されたりもしたんですけども、僕はそれを買いませんでした。結構ねこれに満足していたっていうのもありますし、で2で、いくつかアップデートするところがあるということで、ちょっとアップデート内容にも期待していたんですけども、ワイヤレス充電ぐらいしかね魅力的な機能がなかったなっていうのが正直な感想で、今はね有線で充電してますけども、特にそんなにストレスを感じることもなかったので AirPods 2は買いませんでした。この初代の AirPods も非常に使いやすくて、もう毎日欠かせないイヤーデバイスにはなってるんですけど、それでも結構ね残念なところがいくつかあったりもするので、年内に発売されると噂されている AirPods 3に、期待を馳せる意味でもですね、この初代 AirPods のいいところ、残念なところ、この2側面でですね1年使って今改めてレビューしてみたいと思います。最初にまず残念な方からお話ししちゃいましょうかね。持ってない方で気になるのは何が良くないのかってところが気になると思うので、残念なところ、惜しいところから先にお話ししちゃいます。まずこれですね、割と根本的なところなんですけど、耳の形に完全にフィットしない。 Apple の純正の有線の線がついたイヤホンも僕耳に合わなくて、この AirPods も合わない気はしていたんですけども、予想通りね耳の形に合わなかったんですよね。これ買った当日のインスタのストーリーズなんですけども、まず購入した直後ね、なんかちょっと耳の形が合わなくて落としそうみたいなことを言ってるんですけども、これをストーリーに載せた約1時間後ちゃんと落としまして、しかもエレベーターの隙間、手が届かないところに落としてしまって、購入後1時間で AirPods の片耳をなくすと、こういうことが起きました。でその日もう懲りずに買った Apple ストアにもう一回伺いまして、あわよくば保証みたいなのが聞いて片耳だけ戻ってきたらいいなとか思ったんですけども、 Apple ストアにいてすいません、また来ましたみたいな感じでさっき1時間前に来てるからね、さっきねせっかく購入させていただいたんですけども、まさかの片耳紛失しましてみたいな話をして、店員さんももうですかみたいな話になって、こんなすぐなくして再購入に来たお客さんっていましたって聞こうと思ったら、もう食い気味にいや最短ですよとか言われて、ですよねってなりました。で結局さすがに保証を聞かず片耳だけ再購入するってことになってしまいました。でその崩してしまったエレベーターの管理会社さんに連絡して、もし見つかったら連絡くださいとお願いしておいたら、なんとこれ戻ってきまして、僕今 AirPods 左耳だけ2つ持ってる形になってます。はい、そんなわけで耳にフィットしない、これがね残念なところです。これ僕の耳の形の問題っていうのもあるんですけども、あとただ最近ちょっとなんかフィットするようになってきた感じがしていて、なんか耳の形って順応するのか形が変わってくるのかなんか知らないんですけど、最近あんま落とさなくなってきました。最初だけかもしれないですね。とはいえねこんなちっちゃいしね滑りやすいので、 AirPods 3はねちょっとだけでもいいので滑り止めコーティングみたいなのをしていただけたら嬉しいなと思ってます。あと次に残念だなと思うところは、人混みの中で音が途切れやすいってことですかね。僕渋谷駅とかよく使うんですけども、渋谷のねスクランブル交差点周辺、ここではまず間違いなく音が途切れます。で結構ね音が本当10秒ぐらい止まったままになったりとかしてしまうので、お気に入りの音楽とか聴いていてサビに差し掛かったところで音が止まってしまうとか、結構そういうことがあって、多分ねあそこ人が本当に多いので混戦してしまうとかね、そんな感じだと思うんですけど、ちなみにそれは AirPods 以外のワイヤレスイヤホンを使ってる人も同じような話をしていたので、ちょっと渋谷のスクランブル交差点とかああいった人が多いところっていうのはどうしても混戦して音が途切れるっていうのは Bluetooth イヤホンの宿命なのかもしれないですね。あとあれだ、表参道のワコーレ前の交差点、あの辺りでも結構音止まりましたね。これはね Bluetooth の特性上改善するのはちょっと難しいのかもしれないんですけども、 AirPods 3でこれもねちょっとでも改善されたら嬉しいなと思います。はい、続いて残念なところ3つ目ですかね。対応ジェスチャーが少ないってことです。 iPhone と連携してこうねダブルタップしたら次の曲に行くとか、いろんな設定を変えたりすることはできるんですけども、もっとねなんか指のタッチアクションでいろんなことできたらいいなっていうふうに思ってます。2回押したら今って次の曲に送るっていうのを僕はねそういうふうに設定をしてるんですけども、例えば1回押したら10秒だけ進むとか、あとねここさすったら音量調整ができるとか、そういうのがねできたらちょっと嬉しいなと思います。音量の調整がこれでできないんですよね。だからちょっと音量調整って結構使うシーン多いから、それがどうにかなったら嬉しいなっていつも思ってます。あとは片耳だけ外して聞くことができない。最初に両耳をつけた状態で音を聞いていて、片耳だけ外してしまうと音止まってしまうんですよね。
まあね、最初から片耳だけつけるとかすれば片耳だけの再生ってもできるらしいんですけど、案外両耳をつけてから片耳を外して人の話を聞くとか、その時に音を止めたくないみたいなっていうのが結構僕あったりするんですよね。例えばなんかコンビニに行ってレジに行って店員さんから話しかけられるので、ちょっとその時イヤホンしてるとねちょっと感じも悪いのでイヤホン外すんですけど、なんかその時も音止めないで音は聞こえながら店員さんの声も聞くみたいなのできたらいいなと思ったりする時が僕はあるんですけど、皆さんどうかわかんないけど、片耳外しても片耳だけ再生されてるみたいな旧来のイヤホンみたいな形の聞こえ方ができたら嬉しいなと思ったりすることがあります。 AirPods の初代の残念なところってそれぐらいかな。あんまないんですよね。はい、ではここからはいいところ話しましょう。いいところは結構多いですね。やっぱりね、無線素晴らしいですよね。僕ね、初めてこの Bluetooth 式の無線のイヤホンっていうのを使ったんですけど、やっぱり使ってみるととても便利ですね。今までもね、ポケットの中から何か取り出そうとした時とかに結構この有線が引っかかったりとか、バックから手が引っかかったりとか、あとねコードが絡むとか、ああいう結構面倒くささがいろいろあったんですけど、当然ね AirPods だったらそんなストレスっていうのは絶対ないですし、無線ならではの良さっていうのが体感できてます。次にいいなと思うところは電池が割と持つ。普通に使っていて1日はほぼ丸々使ってても電池は切れないですね。だからさっきの有線で充電とかっていうのもそんなに頻繁に置いて充電とかする必要もなかったりするので、1日1回帰ってきてスッと挿せばいいだけなんで、充電の持ちは結構いいと思います。5時間持つって言ったかな。電池が切れてしまったとしても、ケースの方の電池が切れていなければ AirPods をこの中に挿しさえすればすぐ充電できて、もう15分ぐらいとか充電したらちょっとの間も全然聞けるようになったような気がするので、ちょっとここのケースの方の蓄電っていうのもなかなか強力じゃないかなと思ってます。あと次は Bluetooth の接続が割と安定。もう最初びっくりした。こうやってね開けたらすぐにねこうやってポンってポップアップしてきて AirPods すぐにね連携できたことになるんですよね。でこれで耳にはめればもうその場で iPhone と連携できるので、迷うことないし簡単だし、で最初なんか仕組みがちょっとよく分かってなくて、周りにいる人が同時に開けたらどうなるのかみたいなのあったんですけど、この人が開けて自分の iPhone がそれを検知してしまってそれをコントロールすることもできるかもしれないんですけども、他の人のね AirPods に自分の持ってる曲とかを送り込むっていうそんな無意味なことする人もあんまりいないと思いますので、まずそのシチュエーションに今まで僕はなったことないです。 iPhone との連携ものすごいスムーズです。これもいいところですね。あと結構便利だなと思ったのは AirPods をしたままで、電話をする時にハンズフリーで電話ができるっていうのはやっぱり便利だなと思いましたね。これはイヤホンでもできたと思うんですけども、 iPhone で何か情報を見ながら電話でやり取りするとかで、そういった時も有線じゃないからコードがある煩わしさっていうのはもちろんないですし、街を歩きながら電話がかかってきても手放しの状態で電話をずっとかけてお話しすることができる。マイクが内蔵されてますので手を離した状態でも電話をすることができるっていうのがこれもねとても便利ですね。あとね最後にいいなと思ったところは、洗濯しても大丈夫でした。洗濯しちゃもちろんダメなんですけど、これねやっちゃったんですよね。僕ポケットにこのパンツかな、パンツのポケットの中に AirPods 入れたまま洗濯しちゃったんですよ。全然気づかなくて、それで翌日ぐらいに AirPods をケースを開けて AirPods がないってなって、ちょっと最悪な事態を思い出して、そうだポケットに入れたまま洗濯したなって思ったんですよね。干してるパンツから取り出したら普通に2つとも出てきたと。やっちゃったなと思ったんですけど、電源を入れないでこのまま干しておけばなんとかなるだろうと思って半日ぐらい干しといたかな。その後一度ケースに戻して、それでしばらくしてから使ってみました。そしたら聞けた聞けるんですよ。万が一パンツに入れて洗濯してしまっても半日干して充電して使えば大丈夫でした。皆さんそんなことする人いないと思うんですけど、うっかり洗濯してしまっても案外水には強い AirPods、当たり前ですけどもそんなことはしないでください。小さいからゆえのポケットに入れたことの気づきにくさあるかもしれないので気をつけてください。はい、そういったわけで AirPods を1年使ってみてのレビューをさせていただきました。悪いところいいところいろいろお伝えしたいんですけど、結果的に1年使って毎日のように愛用しているってぐらいなので、個人的には AirPods 初代でもとてもいいイヤホンだと思っています。AirPods 3に期待するところっていうのも多々あるんですけども、待ってない方は今だと AirPods 2を買うことになるのかな。当然初代よりアップデートされているところがいくつかありますので、気になったら試してみてはいかがでしょうか。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルがいいなと思ったらぜひチャンネル登録をお願いします。あといいねとかコメントとかベルのマークを押して通知設定とかしていただけると動画の更新情報とかっていうのが通知がいくようになってますので、よかったらお願いいたします。
はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。毎回いびきの音が入るんですよね。起きた？